元調理師がお送りするアーククッキングとなっております。はいどうも、しんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はアークチュートリアルという形で、アークですね、どうしても裸一貫で恐竜の世界に放り込まれて生きていくというゲームになっておりますので、それも楽しみの一つではあるので、そういった部分も最初は楽しんでいただければなとは思うんですが、やはり始めたての人、戸惑うことが多いかと思うので、アークの基本的なところをですね、よくある最初のチュートリアルみたいな形でお送りしていければなと思っております。プラス、簡単にご案内だけでも面白くないので、元アーク配信してた部分もありますので、アーク最強への道という形で、サブタイトルとしてですね、アークのエンドコンテンツにつながる内容なども合わせて、アーク始めたてじゃない人にも何か役に立つ情報を発信していければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。こういった形でトラップ動画であったり、建築動画、あと冒険動画ですね。これからこういうチュートリアルの動画もお送りしていこうかと思っておりますので、何か役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、ぜひ高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。では本編どうぞ。ではですね、アークチュートリアル第1回といたしましては、元調理師がお送りするアーククッキングとなっております。アークなんですけど、料理に関して自分が始めた時ですね、思い返してみると、やはり結構料理のところでつまずいて、一回放り投げたこともあるんですけども、全くよくわからないっていうところが多々ありまして、なので第1回に持ってきてみました。始めたてだとなかなか料理わからないかと思いますんで、今結構ね、情報上がってたりするので、わかる方多いかもしれないんですが、当時あんまり情報がなかったので、一回放り投げましたね。ただ、この料理に関しては、かなり最後の方までですね、役に立ったりとか、エンドコンテンツにつながってくる部分でもあるので、ぜひマスターしていただければなと思います。本題なんですけども、まず大きく分けて2つに分かれます。こちらの左半分に見えております、肉を焼くという調理ですね。あと、こっち側に見えております、こっちの本当の調理をするっていう部分に分かれます。こっちはちょっと奥が深いので、まずはこの肉を焼くところからですね。最初にまず作ると思う焚き火ですね。で、それの上位互換にあたる工業用グリルという形であります。一応肉に関しては、まず、最初に手に入れるであろう生肉ですね。あと、魚類から手に入る、この魚肉っていうのがあります。で、割と強い恐竜から手に入ったりする霜降り肉ですね。消費期限が短いっていうやつですね。普通だと4分ぐらいしか持たないんで、冷蔵庫入れると長持ちします。で、もう一つ、これも魚肉の上位互換というか、レアな方ですね。大トロ。これも9分ぐらいですかね、最初は。その手では。ちょっと霜降りより長持ちしますが、海の中なんで結構大変です。おそらく一番大変です。で、羊肉。これも羊買ってよく使うものになると思うんですが、これも9分ぐらいですね。の餅になってます。これを焼いて長持ちさせるっていうものになりまして、焼くとこういった形で、こんがり肉であったり、こんがり魚、あと霜降りこんがり肉と、こんがり大トロ、ラムチョップになっております。餅が長くなるっていうところですね。なんでよく最初の食料としてはこういうこんがり肉を焼いて、上をしのぐっていうところになってきます。ここは普通に火入れて焼くだけなんで難しいところはないんですが、一つ変わったところでいくと、こんがり肉であったり、霜降りこんがり肉に関して、ここにあるんですけど、さらに長持ちさせるために、干し肉であったり、霜降り干し肉っていうのがあります。ここに保存庫があるんですけど、最近これ出るようになったんですね。昔は出てなかったんで、全く情報がなかったです。今は結構わかりやすいですね。通常保存庫の利用としては、発火庫を入れて、通常であれば42分30秒になってたのが、7時間ぐらい持つようになると。17分46秒だったのが、2時間57分。になるというものになってるんですけど、長持ちするようになるよという、冷蔵庫の介護感
ですね。最初のうちの保存の方法になってくるんですけど、これをですね、プラスアルファで、こういう形で原油を掘り込むと、こういう形で干し肉になります。それぞれですね。一応、干し肉と霜降り干し肉は同時にできます。一個ずつではなく、ただ、時間が結構かかるので、腐ったりとかそういうのも含めてですね、あるので、そこだけご注意ください。正式に数字で見たのは初めてです。結構掘り込んでるんですけど、まだできてません。で、干し肉に関しては、長持ちさせるっていう手段もあるんですが、この後の料理にも使うので、結構使います。一部イベントとかで交換品になる場合もあるので、貯めておくといいです。好きに作ろうと思ったら大変なんで、こまめに作っていただければと思います。肉に関してはこんな感じですね。続いて調理の方ですね。こっちが本題になってくるんですが、まず調理鍋と工業用調理器具があります。こっちが上位互換ですね。ただ、ここに関してはですね、調理鍋でしかできないことが2つあります。1つは、今ないんですけども、イベントがあった場合に、ここに祝日っていうのができます。多分、バレンタインの時に撮ってるものがあるので、残ってれば差し込みます。イベントが始まると、適用された段階で、ここに祝日というフォルダができます。これを開くことによって、各イベントアイテムですね、をその時の交換アイテムと一緒に調理することでできます。これは工業用調理器具ではできないので、調理鍋で作る必要があります。なので、ガチ勢も調理鍋は持ってます。もう一つがカスタムレシピになるんですが、自分でレシピ、料理を作ることができます。ただ、それに関してのお話はかなり長くなるので、次回お送りしようかと思っております。通常の調理のお話になってくるんですけど、よく恐竜とか倒してると、たまに手に入っているロックウェルレシピというのがあります。これはエナジーブリューのレシピになってるんですけど、スタミナを回復するアイテムですね。各種一部の料理レシピに関しては、ロックウェルさんがですね、作ってくれたレシピがあります。ただ、微妙にわかるようでわからないくくりになってますので、今だとホームページを見た方が早いです。一応、概要欄の方に公式ウィキの URL を貼り付けておきますので、そちらで各料理レシピですね、ご確認いただければと思います。さすがに全部のご紹介は結構あるんでできないんで、時間がとんでもないことになっちゃう。基本的には、ウィキで見てください。料理をする上で注意点があります。で、調理鍋でする場合、まず、ここに書いてある通り、アズールベリー、興奮剤、そして水適量という形で水が必要になります。そのために必要なのが、こちらの4種類。今現状として水が溜めれるのがちょうどこの4種類なんですけども、最初に作る皮袋、次に作れるようになる水瓶。皮袋に関しては徐々に漏れていくんですけど、量そのままなので、ただ重いっていう欠点がある。すべてをクリアした水筒。で、最近できたテック水筒の4つがあります。皮袋に関して注意しないといけないのが、徐々に漏れていくので、あんまり長期間置いてたやつは使えない場合があります。ここだけご注意ください。水が減っていってるとですね、料理に適した水量を確保できない場合があるので、今、蛇口あるんで、ここで4つ入れてるんですけど、基本的には、この辺のスロットにいっぱい並べて、水辺で全部入れて、入れ替えるような感じに。一つの料理で1個使うので、かなり大変です。いっぱい作ろうと思ったらですね、試しにブリューを作ろうかなと思うんですけど、体力回復の方ですね、作ろうかと思うんですけど、結構ですね、注意しないといけない点があります。調理鍋に関して。まず、1個目の注意点として、火を使った場合、炭ができます。こうなることで、どうなるかっていうと、例えば普通のレシピとして、麻酔薬とティントベリー、あと水でメディカルブリューができます。ただ、ここに炭があることによって、先にこちらの染料ができてしまうので、メディカルブリューが作れないっていうことになります。なので、料理をする場合は、火ではなくて、藁、もしくは発火粉だと余分なものが出てこないので、どちらかで調理いただいた方がいいです。藁は結構量使うんで、いっぱい仕入れてこないといけないんですが、
おそらく、こういう料理をしだす頃には、藁の獲得とかもですね、そんなに難しくはないと思うので、こういう形でメディカルブリューが作れるようになります。なんで、ちょっと調理鍋でするときですね、木で作らないようにだけご注意いただければと思います。あと、もう一個なんですけど、これ今100で作れたんですね。それぞれ水分200とか300とかあるんですが、1個作るのに1個使います。なので、100で1個作れるっていうわけではなくて、丸々1個使うっていう、2個できないんですよね。200あっても。300あったとしても、3個分作れるわけではなくて、1個しかできません。ここもご注意ください。なので、割と料理とかするときに関しては、水瓶でいいかと思います。作りやすさも含めてですね。ちょっと皮だと減っちゃう場合があるので、すぐ作るんだったら皮袋でもいいんですけど、水瓶が一番適しているのかなというところになります。ちなみに悲しいかな、900あるんですが、ペック水筒で作ったとしても、1個しかできません。900も使って1個しか作れません。で、もう1個注意しないといけないのが、適当にいろいろ掘り込んだ場合、目的のものじゃないものが作られてしまう場合もあるので、ここもご注意いただければと。2種類を同時に作ろうとした時にうまくできない場合があるので、ご注意ください。1個に時間がかかるので、2つの料理を同時に作ろうと思って掘り込んだ場合、別のものができてしまう可能性があるので、そこもご注意いただければと思います。続いて、工業用調理器具の能力なんですが、さっきと一緒ですね。レシピとしては、メディカルブリュー、ティントベリーと麻酔薬、あと水になるんですが、工業用調理器具の場合、直接こういう形で水道パイプに出るので、ここに考えあり線になってると思うんですが、直接水を補給されます。常時ですね。なので、水はさっきみたいに入れたりしなくても補給されます。あとはガソリンで動くので、基本的に他のものができたりっていうのはないです。ただいっぱい入るんで、いろんなものを突っ込んでしまうと別のものができちゃったりするんで、そこだけご注意ください。で、調理器具で作ると、さっきめっちゃ時間かかってたんですけど、すくすくできます。こんな感じですね。染料を作るときが一番難しいですかね。いろいろこの辺のベリーを組み合わせて色を作っていくので、数の調整をうまいことしないと別の色ができたりっていうのが一番よくあるパターンですね。が注意事項になります。一般的によく使う部分として、フォーカルチリ、マインドワイプトニック、あとスイートベジタブルケーキ、ラザウスチャウダー、このあたりはよく使うことになります。フォーカルチリに関しては主に、移動速度アップっていうところがあって、ボス戦とかにも、洞窟攻略とかにも使われる場合があるんですが、制作速度が上昇するので、詳しくは次回ご案内いたしますが、制作スキルが上がります。そういう面で、作る場合が多いです。マインドワイプトニックに関しては、エングラムの振り直しができます。昔はちょっと条件がいろいろあったんですけど、今は24時間に1つ使うことができますんで、1個使って、アーク内の時間で、リアルタイムで24時間です。ややこしいんですけど、マインドワイプトニック、昔はレベル1個上がって使えるっていうものだったんですが、今現状は24時間ごとに1つ使用できるものになって、これの厄介なところはですね、公式だと、リアルタイムで24時間です。そのまま時間が経ってるので、ただ、ローカルだと、リアルの24時間をローカルサーバー開けてる間経つっていう、ややこしいことになるんで、ローカルの場合は、マインドワイプトニックです。サーバー設定で変えれるので、制限なく使えるようにしていただいた方がいいかと思います。サーバーが動いていれば24時間ですね。ケーキに関しては、2つ用途がありまして、テイムに使う。羊とかのテイムに使う部分もあるんですが、朝食共有の回復手段ですね。にも使われるので、結構ボス戦とかにも使われます。サボテンスープは見つかりにくくなるっていうのがあるんで、洞窟攻略であったりボス戦とかで使われます。で、ラザウスチャウダーに関しては、この後ご紹介する特級キブルの材料になっているので、これも特級キブル作るのにいっぱい使うんで、一応水中の長持ち、酸素量、スタミナ消費を抑えてくれるものになっているので、水中の行動がしやすくなるという本来の能力でもあります。当然メディカルブリューに関しては体力回復
になってます。さっきのレシピにあったスタミナ回復はあんまり使う機会は少ないかもしれません。割と知られてないレシピなんですけど、有機ポリマーとオイルを使って石鹸というアイテムを作ることができる。有機ポリマーじゃなくてポリマーでもいいんですけど、あとエクスティンクションに出てくる有機ポリマーの代わりになる割れた恐竜を倒した時に手に入るやつね。ちょっと名前を忘れてしまいましたが、石鹸ですね、何するものかっていうと、作る利点が2つあります。1つは、本来の使い方ですね。石鹸に関して、ここに書いてある通り、染色したものの色を落とすことができます。ちょっと、それにポリマー使うのは重い感もあるんですけど、色を落としたいなって思った時に使うことがあります。もう1個利点があって、今、ポリマーとオイルで作りました。ここに工業用破砕機があります。簡単に工業用破砕機何かっていうと、何でもいいんですけど、アイテムを砕けて4分の1回収するという機能があります。なので、破砕機で石鹸を粉砕すると有機ポリマーが1個できます。もちろんスタック破砕すれば数分できます。オイルもできるんですけど、何が言いたいかっていうと、有機ポリマー、カマキリとかカニちゃんとか倒して手に入れたとして大量に手に入ります。その場合。で、その時に色々作って割と余ったりするんですね。で、基本的に30分ぐらいしか持たないので、その時また無駄になくなっちゃうんですけど、オイル割と原油ですね。自分で採掘言ってるとあれなんですけど、オイルポンプとかでオイル手に入れれるマップとかであれば、結構いっぱいオイル手に入ります。で、その場合、オイルも余ってるし、有機ポリマー余った時に、このようにして、石鹸にして置いておくと、有機ポリマーを手に入れることができます。余ったやつ使ってですね。なんで、割とあるあるなんですけど、カマキリとか、カニちゃんとか、他にペンギンとかですね。いろいろ倒して、有機ポリマーを手に入れて、帰ってきて、実際作って何個か足らないみたいなところが割とあるあるであったりするんですけど、一応ちゃんと数えて持ってきてる人はいけるかもしれないんですけど、なのでここに関してこういうのを置いておくとまた取りに行ってっていう手間を省くことができます。もちろん余ってる他のポリマー系のアイテムですね、ギリ系とか武器系とかですねを破砕してもいいんですけど、そこそこエクスティンクションとかジェニスとかいっぱい手に入るところでなければ、そうそう余っていることも少ないと思う。そういった時に使っていただくと割と便利です。ちょっとしたプチ情報でした。続いてなんですけども、今回説明なんで結構動きがないんですけど、インベントリーばっかり見てる感じになってますけど、キブルですね。まず簡単にキブルって何かっていうと、ペットフードになってまして、恐竜たちの好物です。何よりも効率がいいテイムのアイテムになってます。で、種類としては6種類ですね。昔はそれぞれあったんですけど、今は簡易化されてこの6種類になってます。それぞれレシピに関しては簡単にまとめているのでこちらです。ちょっと卵に関しては全部書くととんでもない小さい文字になっちゃうので、特殊のやつ以外は大まかなところしか出してないですけど、何の卵が使えるかは公式ウィキを見てください。大まかによく使いそうなものだけ書いてます。各基本、簡易、通常、有、超級、特級ってあるんですけど、それぞれ対応している恐竜が変わってきます。使う卵ももちろん違うんですけど、主に同クラスぐらいのものの卵で、同クラスぐらいの恐竜が効率よくテイムができるようになるような感じですね。例えばアンキロをいっぱい捕まえて、アンキロの卵でキブル通常を作ってドエリクルスをキブルテイムするみたいな形が好ましいです。レイディの方がちょっと難易度高いのでみたいな感じができます。キブルのこの級に関してなんですけども、キブル基本、簡易、通常、有、超級、特級の6種類になってくるんですけども、それぞれ同程度のものをテイムできるようなレシピにはなってるんですけど、基本的にここから順番にランクが上がっている状態、色を見ていただいてもそうなんですが、上がっている状態。特級が一番上ですね。で、超級、有、通常、簡易。
基本っていう形で、下に下がっていくようなイメージなんですけど、基本的にキブルに関してなんですが、鉱物のもの以上の級のものを与えれば効果は発揮します。なので、通常とかですとアンキロとかなんですが、簡易与えても効果ないんですけど、竜とか特級とか与えていれば、通常と同じように効果が出ます。あまり基本簡易通常ですね、竜とか作るのに、レシピ上素材にですね、大きな違いないんですね。それぞれレシピは違うんですけど、使う素材の難易度はそんなに変わりがないので、そこに関しては、あまり簡易と基本ですね、作られること少ないかと思います。この辺作っておけば、アンキロとかですね、アルゲンとか、だいたいテイムしてると思うので、その辺の卵を使って作っていただいて、この貝のものに関しても対応していただくのがベストです。もちろんレックスの卵とかもいっぱいになってくると思うので、長級で全部対応するっていうのもいいと思います。基本的にボス用にブリードしてると思うので、その合間で溜まってたりする。極端な話でいくと、特級だけ作っておけば全部に対応ができるようになります。ちょっとレシピめんどくさいですけど、ラザウスチャウダー間に作ったりとかしないといけないので、ただ、卵に関しても、以前お伝えしてたデイノニクスとかですね、ユーティラとか、使って特級卵を貯めてですね。木の卵はちょっと難しいですけど、それ以外ですね。いろいろ、取ってきたりとか、貯めて特級打ってしまえば、それだけでいいので、そういうのも一つの手段ですし、割とレックスブリードついでに卵を溜まってて長級作るっていうパターンが多いかと思います。たまに知られてないんですが、そういったキブルの使い方が今はできます。昔はちょっと違ったんですけど、おかげでキブル用の要因っていうのはかなり少なくできるようになったので、キブルハウスもそんなに大きくなくてもピンポイントで絞って作ればキブルも結構作りやすくなってます。昔に比べてテイムも通常1倍の方でも結構早くなったので、だいぶテイムはしやすくなってますね。最初にお伝えしてた最強の道に関してもですね、やはりテイム効率が変わってくるので、イベントで跳ね上がってる時は羊肉とかでも最大効率でテイムできたりするんですけど、やっぱりキブルでテイムするのが一番テイム効果が高くなってくるので、最終的にはやはりキブル、時間短縮もそうですし、能力としてテイム効果を極力落とさないという部分でも、やはりキブルを最終的に作ってテイムに使っていく。最初の方でもアンキルいっぱい捕まえて通常作ったり、アルゲンとかですね。アンキルアルゲンは多分最初の方からテイムに行くと思うので、レベルさえ上がればですね。そこに関しては、この辺を貯めて、制作系の恐竜ですね、をテイムして、レックス行って、この辺もテイムして、最終的に、ワイバーンとか、デイノニクスとか、卵取りに行って特級作るみたいな、ユーティラテイムして、ユーティラもボス戦使うので、やはりテイムすると思うので、ちょっと多めに、ブリード用にテイムした時の卵を使って特級作っていくみたいな形を取っていただくと、割とスムーズに使っていけるかなと思います。最強に至るには、やっぱりキブルをマスターする必要が出てくるので、そういったところでもぜひご利用いただければと思います。では、いかがでしたでしょうか？基本的に簡単な部分ではあるんですけども、なかなか知らなければ気づきにくいところっていうのも割とあってですね。料理は特によくわからん状況に最初はなると思うので、ちょっとでも役に立ってヒントになっていれば嬉しいです。他の料理レシピに関してはですね、概要欄の方に公式ウィキの URL 貼っておきますので、他にも見やすいサイトさんとかですね、あるので、そういうのを見ていただいてですね、ぜひ料理に挑戦していただければと思います。他にも割と先ほどご紹介してた基本的なところ以外でもですね、洞窟攻略に有効なものとか、攻撃力上がったり、暗いところ見えるようになったりとか、いろいろあるので、そういうのを作ってみていただければと思います。主にはメディカルブリューを大量に作ることになると思いますけど。ではですね、本日は以上となります。ちょっと簡単にまとめた感じにはなってるんですけども、次回ですね、ちょっと調理上
上級っていうわけではないんですが、カスタムレシピの作り方ですね、をご紹介していければと思っておりますので、次回も楽しみにお待ちいただければと思います。こういった形で、トラップ動画であったり、建築動画、冒険動画ですね。あと、チュートリアル動画も上げていく予定になっておりますので、少しでも役に立ったよとか、面白かったよっていうのがあれば、高評価、あとチャンネル登録よろしくお願いいたします。では、また次回お会いいたしましょう。バイバイ。